1H チャンネルステップバイステップ。はい、始まりましたけども、はい今日も館林じゃないわ、館林じゃないわ、いや俺が絆ベースジムで、はい館林支店かと思いましたできたんかと思いました、ごめんなさい、やらせていただきまして、品川区です、今日は何をするかというと、何レジェンドファイターシリーズ、やっぱフルグトルネードが皆さんやっぱコメント欄とか好評だったんで、あれさ、盛り上がってたよね。そうっすねコメント欄あんなになんか、いや盛り上がると思わなかそれでった。世代は神戸が鬼ほど強いから確かに K1 プライドとかは確かに鬼ほど強いからそこのファイターがやってた必殺技とかを先生に習得していただいて、あさらに強くなっていただいたり挑戦するんですよね。難しいのか、そうですね。もうコメント欄見ると僕より先輩いっぱいいましたいっね。ぱいいたね、はい知らない技がいっぱい出てきてたもん。でもコメント欄でもあったんですけど、うんはい。ハンスナイマンのナイマン蹴りっていうのがありまして、ハンスナイマン。ちょっと存じ上げてなかったんですよね。知らないんだハンスナイマンハンスナイマン素人すぎる？素人すぎますね。僕はプライドの藤田和幸さんのデビュー戦の相手を務めたハンスナイマンで知ったんですけど、よく覚えてる。昔めちゃくちゃ強かった選手っていうのは聞いてて、でそのナイマン蹴りっていうのは有名なんですよ。さっきちょっと先生にも見ましたよ。ハンスナイマンめちゃめちゃ強いっすね。強いでしょ。めちゃめちゃ強い。今この令和の時代に、うんハンスナイマンの強さを語ってる人あんまりいないともうお亡くなりになられてる。まあでも本当に強い。体もでかいのに。でかいのに見事なねハイキックだったり、はいその間合いの調整もそうだし、なんか綺麗な戦い方する選手だったんだなって思いました。ナイマン蹴りっていうのは、はい。コンビネーションですよね。そうですね、まあ2段蹴りになるんですかね、うん部類としては。二段蹴りブラジリアンハイキックの方が有名だと思うんですけど、うんちょっと似てる。ぜひやってみたいですね。ミドルからハイに行く。そうですね。でもフェイントじゃなくて当ててた。大体当ててる感じし大ますね。体当ててるよね。ちょんって当ててドンっていく感じ。普通はそのフェイントで蹴るけれども、フェイントで蹴った方が楽なのかなって思いますけどね。一回当ててるっていうことが、当てると結構難しくなりますね。そこから当てるのさらに。だから2段蹴りなんです、しかもナイマンすごいところ両足でいってたでしょ。そう右も左も。そうスイッチしてどっちも蹴ってたもん。両方できるっていう。いやーあれは相当練習してますよね。相当。藤田戦では何もできなかったんですけどね、今朝固めから固められて。あ、そうなんだ。はい。あそれは知らないですか。知らないですよ。藤田選手のデビュー戦ですよね。プライドデビュー戦ですね。なんで覚えてるの？覚えてるだろそりゃ。だいぶ佐藤先生がちょっと一回ナイマン蹴りさっきもそう映像を見たんで、はいちょっとやってみましょうか。やっていきますか。やってきます。はい。よし。どういうもんなのか、どういう効果があるのか、チャレンジしていきたいと思います。はい。お願いします。お願いします。まあ皆さん各自ちょっと調べてほしいんですけれども、一旦ゆっくりどんな感じか。ナイマン選手はどっちにかましたっけ？左？タンっていう。全然いかれましたけど。はい。ダウン。でダウン。そんな感じ感じでしたね。ミドルも普通のハイもいっぱい打つんですよ。その中で混ぜるから当たるんですよね。でガードしてちょっと下げてガオに行くみたいな感じの蹴り技ですね。そのナイマン蹴りとナイマン蹴りって今思ったんですけど、そのネーミングセンス時代感じますよ。ナイマン蹴りって確かに当時のなんかレパートリーのなさ。ナイマン蹴り。それはブラジリアンキックは今、いやブラジリアンキックは全然違います。それは変則にこの下段からここに上に上げて上からこう落とすような感じ。こう持ってかれてましたよ。ブラジリアンが。ブラジリアンが。あれフィリオ選手ですよね。フィリオとあとブライブ・フェイトーザも KO してましたね。そう極真のねフィリオ選手がよく使ってて。それは中段じゃなくて下段と見せかけるんです。ここから多分まあミドルだと思うのかな。ミドルかミドルと思う。こうでこの足座をこう抱えるようにこう入ったこれは練習したりしたことありました？ありましたね、ちょっと。やっぱりフグトルネード同様。フグトルネード同様で塚本選手という空手の選手がその自分の裾をこう持ってタイミングをずらして当ててたっていうのを見たときにうわすごいと思いましたね。それ
すげえ、空手着を使って空手着を使ってタイミングがずれるじゃないですか、落ちてくる、それを利用して当てるみたいなことも工夫されてやったりしてましたね。そうそう、私服でもできますからね。ちょっと動画的、ここに先生内門蹴りしてもらっていい？俺より。あら、はい。ああ、難しい、待って。ミドル当てる？当てる？そんな強く当てないかもね。もっと軽くなる。チョンみたいな感じはする。チョン。でもこれハイで威力を出すのが難しいですよね。そうっすよね。一発目が一発目そう当てるとこう次ハイでいくのがなんか勢いが止まっちゃうっていうか、蹴りの精度が求められます。これはゆきさんやってみます？内門蹴りちょっと無理やでしょ？難しいでしょ？ワン、ツー。これは絶対無理ね。はい。ここ持ってった後どうするんですか？もうそのまま体持ってくる。そう。だからハイがやっぱ蹴れないと。ちょっとそもそもね、一発目から蹴れる。一発目のハイも蹴れない。どう考えてもミドルよ。ブラジリアンやったらそれもそもそもハイやらないといけないけど、ブラジリアンはこのミドルからその落とす。こう落としていく。体の体勢も内側にこう入れて、こう中に入れて。もっと畳むんじゃないですか。難しいね。ブラジリアンの方が蹴り慣れてる感じはしますか？先生的には。やっぱ一回当てるっていうのは大変そうですね。僕がジークンドーで使うのはこのグローインキックからこう入るんです。グローイン内マン蹴り。そう、グローイン内マン蹴り。グローイン内マン蹴りです。やってましたね。やってます。これはブルース・リー先生も映画の中でパパってよく使ってたんですよ。はい。それはここを当てると当てそう、このジークンドのこの構え。なるほどね。ナイマン、ブルース・リーの映画見てた可能性ありますね。そしたら確かにね、そうかも。金敵がミドルだっただけだもんね。なるほどね。そうやね。金敵とミドルの違いっていう、こっちの方がやっぱやりやすそうですもんね。次はそうなんですよね。だからゆきさん構えてでガードするじゃないですか。そう、ここに意識がいったところに今みたいに入れてたって感じ。マジで見えないですね。見えないです。だからこれをこっちからこっちでっていうのも、そんなアレンジもやってたよな今。嘘？掛け蹴り風の2発目。ナイマン掛け蹴りやりましたね。あれこれじゃあ絶対ブルース・リーに影響を受けてるね。ナイマンとは今相手語りたいそうだったんだよ。藤田戦のこと聞きてそっちどうですか今の。じゃあ考え方とか使い方っていう意味では、結構共通点がある部分があったわけですね。やっぱりその思わぬ角度から来るとだいぶ効果的ですもんね。そうですね。特にジークンドーの場合は金敵を攻撃っていうのがやっぱポイントで、ここはもう避けたいっす。それはそうで意識がいくから次にこうガラッとンってやっぱその今日つくっていうか今日つくんですね。大事ってことですね。やっぱり一発目にハイ蹴るより威力は落ちちゃうもんなんですかね。慣れずに。慣れればそうでもないのかもしれない。いやでも結構難しいと思いますね。相当なレベルってことですよね。一回当ててもう一回が当ててだから下ろさないからね。下ろさないってところがやっぱ難しいですよ。でも今日ついてることによってなんか言い方あれですけど攻撃力が上がりますよね。確かに意識ができないわけだから。相手の準備ができないから抜けてるところに結果的な攻撃力が上がるというか。でも動画で見たらやっぱフィジカルエグいやろな。その2本キックマッチ痛そうやもんね。あと膝が相当柔らかいと思うよ。あの軌道で確かにで強さ維持できる。よかった。でもブラジリアンキックは有名。一番有名ですね。ナイマン蹴りなんて知ってる視聴者さんいるのかな。そうですね。一応コメント欄であって俺もすごい思い出したんですけど。だから今後はちょっとこういろいろね視聴者の
見てる方からコメントいただいて、はい、もう K1 か、はい、プライドだいぶ狭いところになってきてますけど古い時代になってきてますけどあえてやっぱジークンド本当プライド縛りじゃないから。いやワンイチチャンネルはやっぱもう昭和なんかたくさんコメントいただいたら、はい、先生にチャレンジしていただいて、ね、はい、それがもう効くのかとかをねチャレンジしてみたいと思います。はい、検証してね、はい、検証していきたいと思いますので、僕らがこの企画をやればやるほど現代のファイターが懐かしの技をやるようになるかもしれないですからね。内マン蹴り、はい、内マン蹴りとかフグトルネード、フグトルネード見たら俺らの動画見たいって勝手に思っちゃうよね。勝手に思いますけど、昔の技が本当に偉大だったのかすごかったのかっていうのを検証していきましょう。なんか昔の選手を思い出すっていう意味でもいいですよね。懐かしいんで。アンディ・フグ、ハンス・ナイマンっていうラインナップしびれますからね。マジかよ。泣いたみたいな人もいたからね。フグのトルネードを見て泣いたっていう人もコメント欄でいらっしゃいましたから。ちょっとこういろいろね、チャレンジしていきましょう。はい、またコメント欄たくさんいただければ先生チャレンジしてもらいますので、ありがとうございました。ありがとうございました。こっち側がこう開くので、ここに